こんにちは、ゴイソブのマサです。今回もですね、ゼナクさんの方からレビュー用にミュートスソニオタイプ R をご提供いただいたので、今回紹介していきたいと思います。ソニオタイプ R は 93M と 100M2 つのモデルがあるんですけど、今回は 93M を使用してレビューしていきたいと思います。はい、それではですね、今回の動画の流れは以下のようになっています。ちなみに当チャンネルゴーイソブなんですけど、オーストラリアはシドニーをベースにロックショアの実調やルアーのタックルインプレ紹介を行っているチャンネルとなっています。過去にですね 95H や 100H タイプ R のインプレ動画もアップロードしていますので、よかったらそちらの方も見ていってください。それではですね、本編の方行ってみましょう。どうぞ。今回この 93M のモデルは全長 9.3 フィートで約283センチとなっており、ロッドの重さが約 289g というふうになっています。メーカー推奨のキャストウェイトなんですけど、ジグの場合 10g から 100g、プラグの場合は 10g から 70g というふうになっていて、ゼナック特有の幅広いキャストウェイトレンジというふうになっています。推奨使用ラインは PE1 号から3号というふうになっており、装着リールサイズは汎用サイズだと4000から5000番、 SW の場合は4000から6000番というふうになっています。価格は日本の場合税別74,000円でセグメントオーダー方式となっており、海外の場合は各国の正規販売代理店からの販売というふうになっています。今回このタイプ R では RG ガイドモデルと比較して3つの変更点があります。まず1つ目がガイド設計が見直され、バットガイドとその1つ上のガイドが RV ガイドに変更になっています。2つ目の変更点がリールシートというふうになっていて、タイプ R 共通のヘキサゴンリールシートになっているため、グリップ力の安定や握りやすさが向上しています。個人的にはですね、このタイプ R のヘキサゴンリールシートが、お気に入りの1つのポイントになっています。で最後3つ目なんですけど、こちらはマイナーチェンジポイントで、ロゴが RG ガイドモデルのやつよりちょっと大きくなっていて変更になっています。次はですね、自分が保有しているソニオ 100M 軽ガイドモデルとの比較の話をしていきたいと思います。この 100M 軽ガイドモデルのロットなんですけど、2019年にレビュー動画をアップロードしてから今まで使ってきたっていう経緯があるので、ちょっとその辺のね話をしていきたいと思います。で、この 100M と 93M でですね、レングスが違うので、単純な比較はできないんですけど、今回ねこの 93M を投げたまず最初の感想はですね、キャスト時のフィーリングが素晴らしかったというところがあります。キャスト時シャープっていうところと、キャスト後のね収束が早いっていうところが素晴らしいなっていうふうに感じました。100M の、軽ガイドモデル、このロットはロットでね、いいロットだったんですけど、キャスト時ですね、ちょっとだるさっていうかキレがないなっていうところは1点感じていたところなんですけど、今回ねこの 93M タイプ R でその辺が新しくなっていて、キャスト間のキレプラスキャスト後の収束が、速くなっていて、振り抜いて気持ちいいロットっていう風なところになっています。でもう一つなんですけど、このキレの良さプラスですね、この 9.3 フィートっていう長さを感じさせないルアーのキャストディスタンスというところがもう1点あります。9.3 フィートなのでちょっと短いので、ルアーのね飛距離が、飛ばないんじゃないかっていうね懸念がある方はいらっしゃるかもしれないんですけど、そこはご安心ください。 9.3 フィートでもですね、100M 軽ガイドモデルと比較して張りがあるので、ルアーがね、ビューンっていう風に飛んでいくので、飛距離に関しては全然問題ないっていうところが感じていました。あとでルアーの操作性に関してなんですけど、100M 軽ガイドモデルと比較してティップ部分にね張りがあるので、ルアーの操作がしやすいっていうところがあります。ジグの、しゃくりやすさだったりとか、160、190とかのねポップクイーン、ダックダイブとかのねポッピングもやりやすいですし、当然ダイビングペンシルの操作感も素晴らしいっていうところがあります。はい、次はですね、装着リールサイズについてちょっと話していきたいと思います。メーカー推奨は汎用4000から5000番のリールで、 SW だと4000から6000番というふうになっているんですけど、今回自分の撮影ではですね SW の6000番に PE3 号リーダー60ポンドを使用して撮影してきました。
過去にですね、SW の4000番を使ったこともありますし、その時もね装着感、フィット感が良かったので、4000、5000、6000番がベストフィットな、リールサイズになっているかと思います。で、さすがにね8000番をつける人はいないかと思うんですけど、一応つけてみて、ちょっと大きすぎるかなというふうに感じました。8000番をね使いたい人はですね、ゼナックでいうと、951だったりとか 100H とかを検討した方がいいかと思います。はい、これからですね、ロッドとリールの装着のバランスを見ていきたいと思います。今つけてるのがですね、ニーツインパーの SW6000 番です。で、バランス的にはちょうどこの辺ですね。はい、見えますかね。はい、ちょうどこの辺がバランスが一番取れてる感じです。これで6000番です。はい、次はですね、21ストラディック SW の4000番ですね。4000番だと、バランス的にはこの辺ですね。ちょっと持った感じ、そうだね。普段ちょっと6000番を使ってるっていうのもありますけど、ちょっと4000はちょっとちっちゃいかな。はい、今ちょっと6000番に、付け直してみました。個人的には6000番の方が合う感じがしますね。そうですね、使う、ロッド使うルアーにもよりますけど、個人的には6000番 SW の6000がちょうどいい感じがしますけどね。ちょっとね自分5000持ってないんで何とも言えないですけど、4000と6000だったら6000の方がしっくりくる感じがします。はい、次はですね、各種ルアーのキャスト風景を見ていきたいと思います。ソニアではですね、下が 10g のルアーが投げられ、上は 100g、 かなり幅広いキャストカバーレンジとなっています。今回は下と上の部分にねフォーカスを当ててキャスト風景を見ていただければと思います。真ん中の部分はね、気持ちよく投げれるっていうのも当たり前なので、そこまで見なくてもいいかなっていうところで判断をして、今回ですね上と下の部分についてフォーカスを当てて見ていきたいと思います。どうしてもね見たい方はゼナックオフィシャル YouTube の方でモトパイスさんがいろいろ投げてくれていますので、そちらをご参照ください。では行ってみましょう。はい、じゃあねこれから、実際にルアーを投げてキャストのね、カーブを見ていきたいと思います。で今日投げていく、ルアーなんですけど、説明した通りね下と、上の方を、フォーカス当てて投げていきたいと思うので、まず下はですねこのメタルジグの 28g ですね。で 28g の次がこの K 点 28g ぐらいだったと思うんですけど K 点のミノでメタルマジックの、ブレードジグっていうんですかね、これ 80g あります。で、メタルジグの 100g で、結構大きい F190 サイズのダックダイブですね。この、5つのルアーをね今日投げていきたいと思います。はい、これから 28g のメタルジグいきます。はい、28g のしゃくり、こんな感じですね。ほとんどティップが上がってないかな。でも使うのは全然問題ないですね。ハイエ引きみたいな感じでもティップの方がちょっと追従するんでハイエ引きもやりやすいですね。次はですね K 点の、ミノやってみましょう。ミノとか引いててもですね、ティップがちょっと入るんで、引きやすいですね、ミノも。
タルマジックの 80g のジグでいきましょう。で後ろにブレードがついてるタイプです。この辺はね、重さがしっかり乗って投げてる感じがしますね。80g の、ブレードジグですけど、ティップちょっとベリーが曲がり始めてるかなっていう感じの引き具合ですね。ただ負けてる感は全然ありますんで 100g いきましょう。キャストが目的なんでフックはついてないですが、ソニオのマックスのジグの、キャストウェイとなってます。はい、100g のしゃくりはこんな感じですね。全然余裕です。100g で投げてても全然余裕で投げれてますね。で、しゃくりも負けてません。全然しゃくれてますね。ティップは入るんですけど、ベリーカラーがしっかりしてるんでかなりね重いジグ投げててもしゃくれますね。はい、次は、190のダックダイブやってみましょう。今、F190 のダックダイブ引いてますけど、ガンガン普通にポッピングできてますね。ポッピングしにくいっていう感はゼロです。お、出た。わからん。高そうだな。いい、まあいいです。でかいでかい。お土産できたよ。お土産。はい、ハガツオがポップクイーンの160に出ました。なかなかいいサイズですね。はい、釣ったロットは、ミュートスのソニアの 93M のタイプ R でした。なかなかね引いたんですけど、まだまだ余力を残しているねパワーになっていました。はい、やりました。ソニアの 93M タイプ R で、使ってもらいましたが、キャストフィーリングどうだったでしょうか。はい、竿自体の見た目は細い、すごくいいと思います。キャストフィーリングはティップが結構曲がってくれるんで、ルアーをしっかり乗せて
でバットにパワーがあるんでしっかり楽に飛距離が出ました。投げやすかったです。はい。実際今日ハガツをかけてますけど、かけた後の感じはどうだったでしょうか。やっぱりさっき言った通りバットにパワーがあるんですごくなんか繊細な竿なんですけど、リフトしたら魚が楽に上がってきて、60センチぐらいのハガツオだったんですけど、すごく驚くぐらいパワーがあってやり取りも楽にできました。はい、いかがだったでしょうか。個人的にはですね、過去にソニーを使ってきた経緯があるので、今回ものすごく進化を感じています。動画の中でもね出てきた釣り仲間も、このロットいつ発売するのちょっと欲しくなってきてるっていうところでベタもめしていたので、一回触ってもらえればねその良さが分かるロットになってるんじゃないかなと思いますので、是非機会があれば触ってみてください。それとですね、日本の方では最初のセグメントオーダーがもうすでに終わってしまっているので、興味ある方はですね次のセグメントオーダーで購入検討してみるのはいかがでしょうか。最後にですね、ゴーイサブ各種 SNS をやっていますので、お気軽にフォローの方をお願いいたします。それとね、この動画が良ければグッドボタンと登録の方をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。マサでした。バイ。